ご視聴ありがとうございます。だんだんと春らしくなってきましたね。今回は最近買った道具紹介したいと思います。一つ目、高健さんの8分の3ウォブルロッキングエクステンション。昔からちらほら各社から出ていたロッキングのエクステンション。ソケットが不意に抜けない安心なアイテムです。今作、高健さんのロッキングは2つの特徴がありまして、ストレートとウォーブル、首振りすねの2つの機能を持つというのがまず1つ目の特徴。そして2つ目、その操作が軽く扱いやすいんです。ソケットの付け外しに大きな力がいりません。外観がこちらです。普段の高健さん X テの頭が少し太った感じ。太ったといっても通常 10mm ほどのところが 15mm。3部のソケット外径で太いところ大抵これくらいにはなりますので、ここが太るのはそこまで大きなデメリットとはならないでしょう。表面処理はなし地の仕上げ。いつもの高健さんらしいメッキとなってます。さらっとした手当たりの表面は美しいですね。シャフトは細め。他社品、これは比較的ごつめなものですが、並べてみるとこれだけ違います。そのためか高健さんのこれ、ロッキング機構を有しますが、重量は控えめとなってます。疲労の低減につながりそう。使い方がこちらです。リングをスライド、下げてソケットを取り付けます。奥まで押し込めばストレート、手前ならばウォーブル。一度装着してしまえばリングを触らない限りソケットは外れません。強めに引っ張ってみても取れちゃう気配はないですね。しかしリングを下げればスッと外れます。これはなかなか良い機能。もう一つの特徴、リングの操作にそこまで力がいりません。他社のロッキングエクステンション、特に海外製のもので感じますが、ロック機構の操作が重いものが多い中、高健さんのこれはスッと軽いってほどではないですが、操作は楽っすね。程よい操作荷重となってます。リングはシンプルに2本の溝で滑り止め。私は溝よりもその上の段差に指をかけて操作をしています。ストロークは 3mm ほど。厚手の手袋をしていても問題なく操作はできますね。ポジションはお伝えしている通りストレートとウォブルの2つ。ウォブルは首振り、スペックによると15度となってます。ストレートは結構かっちりめな感じ。ストレートからウォブルはソケット引くだけで落ちます。ウォブルからストレートはロックリングの操作が必要となりますね。エクステンションの根元側には6つに分かれたナーリング付き。ここをつまんでの指送りがやりやすくなってます。こういう細かな気遣いは高健さんらしいところっすよね。奥まった箇所、狭い複雑な場所には当然良い道具です。ウォブル使う箇所って面倒な場面が多いので、ソケット置いてこない安心感は素晴らしく、オートバイのプラグ周りだったり、フレームかわしてのヘッド周りだったりで便利に使っていることが多いです。ソケットとの相性問題も今のところ少なめ。試してダメだったのは当たり前ですが、穴やディンプルの開いていないソケットと、それから一つだけ PB のソケットでボブルにした時に引っかかってしまうことがありました。スクエアの寸法が緩めなソケットと相性悪い可能性を感じますが、一般的な製品であれば問題なく使えるでしょう。私が一つ感じたメリットとして、ソケットの抜き差しが本当に楽です。特にソケットつけるときに怖さがありません。ウォブルタイプのエクステンションってソケット外れないようにするためか差し込むときに硬いものが多く、ウォブルは形がこれですからストレートに比べて斜めに力を入れることができちゃうんです。ずるっと滑って怪我しそうになる、怖いと思うことがたまにあります。対して高健さんのこれはソケットを取り付けに押し込む力がいりません。リングを引いたらスッとソケットを置いてくるだけ。手がオイルでヌルヌルしていても、寒いところで手がかじかんでいてもリングを下げて置いてくるだけ、安心操作となってます。この操作感の良さ、今のところ一番気に入っているところですね。ストレートからウォブルへはやはり落ちやすいと感じます。ちょいネジにソケットを引っ掛けてしまうとカコンとウォブルになっちゃいまして、通常仕様でもよく落ちますね。クラッチカバーなんかで同じサイズのネジを連続で回したい時に落ちちゃってウォブルになると、やはりネジに刺しにくくはなりますから、ってなることはあります。そしてこれなった時、お伝えしたようにウォブルからストレートに戻すにはロックリング操作する必要があるんです。
ソケットを押し込むだけではストレートに戻すことはできません。これがちょっと面倒。落ちてほしくない時にウォブルになって、でそれを戻そうとするとリング操作が必要となる。これストレスを感じてしまった部分です。しかもストレートに戻す時は両手を使わないとやりにくいんです。片手でリング操作して、もう片手でソケットを少し押し込む。そのため奥の方で作業していてウォブルに落ちるといちいち手元まで戻してストレートに差し直す必要が出てきます。この操作片手でやれないこともないですが、思った以上に深くしっかり握り込む必要がありますし、片手ではたまに指挟んだりして痛てってなることも。ソケット上に向けてリングを下げてフルフルと振ればストレートに落ちてくれはしますが、わざわざ上向けるのもめんどくさい時ってあるっすよね。これデメリットばかりではなくメリットになることもありそうで、ずっとウォブルで使いたいって場合はいいんですよね。押し込んでもストレートになることがないので、用途によっては輝く場面も。ウォブルでもストレートでもどっちもロックかかれば最高なんですけど、構造的には難しいのでしょう。基本ストレートで使いたいって方は煩わしさを感じるところかもしれません。もう一つ細かいところで、ロックリングがくるくる回ってしまうのが違和感あったっすね。ネジ緩めた後にこの辺つまんで回そうとしてくるっとスカっちゃうことがありまして、慣れるまでは変な感じとなりそうです。高健さんのウォブルロッキングエクステンション、面白い道具っすね。しばらく他社のロッキングないウォブルプラスと併用してみようと思います。これ 25mm は難しいとして 50mm くらいの短いのラインナップ増えたら試しやすいなと感じました。ウォブルをメインで使う方にはおすすめ。用途に合いそうでしたらお試しください。2つ目、クニペックスのリテーナースナップリングプライヤー。穴の開いていないスナップリングを付け外しするための道具です。ギアやクランクシャフトの端っこに使われることの多いこのリングを外すための道具。先端に設けられたホール、穴に対称のリング角を引っ掛けて開いていきます。先端は切り込みの入った薄めの仕上げ。リングの最小開口幅 2.2mm から対応と様々サイズに使えます。弾けやすいリングもしっかりとホールド。固く取り外しが困難なバネリング着脱用のプライヤーと謳っておりまして、こう説明聞いてると扱いやすそうなアイテムです。クニペックスというブランドに信頼を寄せていまして、それだけで選んだ道具でした。しかしこれ状況によってはかなり使いにくくなります。リングホールド用の穴位置が私にとっては微妙な場所で、縁から結構奥まった遠すぎる位置にあるんですよね。ですからシャフトに深めにはまったリングではリングの角にくぼみが届かないんです。引っ掛けられないから外しにくい。はめる時も深く入ってしまうので必要以上にリングを開かなければならず、やりにくいことは多めです。ホールの位置がもっと切り欠きの縁いっぱいにあったら使いやすかったんじゃないかと思っています。縁から遠ざけたのは耐久性を持たせるためなのか、何らかの理由があってのことだろうとは思いますが、自分の環境では残念なのですがだいたい使いにくいことが多くてですね、ってなった使い心地でした。くぼみを近づけるため縁を削ってみようかと考え始めております。今でもカタログにあるのか分かりませんが、穴ではなく縦溝で滑り止めになっているタイプのプライヤーもクニペックスにはありまして、確かちょっと先が厚めというデメリットはあったと記憶してますが、それを気にしない場合はそちらの方が使いやすい場面はあるかも。あとは他社品となりますが、 KTC さんの薄型タイプ AS403 シリーズは気になります。2つのパターンがあって特殊形状のリングにも対応。交換用に爪だけ部品出るので改造もし放題。為替的に国産工具の方が買いやすいっていうのも今はありますね。クニペックスのリテーナースナップリングプライヤー、作業自体はこなしてくれましたが、もうちょい使いやすければなという感想を持ちました。作業できたので良いかとも思いますが、今のところ気に入ってないのが正直なところです。クニペックス選んでおけば間違いないと思うほど好きなブランドではありますが、当然自分の用途にフィットしないものもあるというのを再認識した道具です。しかし結局握り物はまずクニペックスで探してしまいます。こいつも加工して使っていくことでしょう。機会ございましたら手に取られてみてください。
ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間ございましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya。